皆さんこんにちは、ときまるです。今日はベアフットサンダルについての話をしたいと思います。今ね、ルナサンダル買ってきました。近くのお店に行って試着して、で、フランスパンみたいにこれを小脇に抱えて帰ってきました。開けていきたいと思います。おそらく僕のチャンネル見てくださってる方はランニングとかベアフット生活とかやってる人多いと思うので、これは知ってる方多いと思います。ルナサンダルですね。ベアフットサンダルの一種。割と有名なモデルです。でモデル名が、これね、ベナードというモデルです。サイズは8。メンズの8を買っています。で、これを購入した理由なんですけども、こちらですね。はい。これまで使っていたゼロシューズ。私が持っている唯一のサンダルなんですけど、これがもう割と寿命が来てしまいまして、はい。こんな感じで減ってるのと、問題はね、このベルトなんですよ。ここはこうマジックテープになってるんですけど、ここの粘着力っていうか接着力がもうなくなっていて、履いているとここが外れるようになったんですよね。で、もうこれ5年間使ってます。はい。5年間買ってから。よく履いてきたなって感じで。で、ただ、このあたりのゴムの部分とかは全く壊れる様子もなく、で、それは多分おそらくシンプルなね、こういう一枚のやっぱりゴム製品だからっていうことだと思うんですけど、壊れる要素がほとんどないんですよね。この辺も全然問題なく使えています。ただやっぱりこの接着と、ソールの減りがね、若干こう出てきたので、新たにルナサンダルを試してみようと思って、こちらを買いました。5年使ったからもう僕的には十分、使命は果たしたかなと思います。で、そういえば結構ビボベアフットについての動画は上げてるんですけど、サンダルについての話あまりしてなかったなと思って、で、まずこれに入った経緯なんですけど、実はビボベアフットよりも先に僕はこのサンダルの方からベアフット生活に入っています。なので最初からもうこのね、ペラッペラのシューズから始まったんですよね。で、だいたい5年ぐらい経つので、2019年とか20年ぐらいから履き始めたんですけど、きっかけは多分いろいろあったと思うんですけど、アメリカのミニマリストの人たちが割とこう使っていたりとか、そこからかな。だからどちらかというとそのランニングとか、足のこう健康的な文脈からではなくて、ミニマリストの人たちがよく使っているシューズだからっていう理由で履き始めたのが最初ですね。で、ベアフットサンダルを履いてると結局歩き方とか走り方の問題に行き着くんですよね。で、アメリカで大ヒットしたBorn to Runっていうね、本があるんですけど、そこに行き着いてですね、それから自分の走りについて、で、ベアフット生活についてに、より考えるようになったっていうふうな経緯です。なので流れ的には、サンダルを履いて、で、サンダルをこれ2年ぐらい履いたのかな。で、やっぱりこう、冬場になかなか素足で履くには寒いので、で、冬場もちょっとこう、ベアフット生活をやりたいなって思うようになって、で、それからビボベアフットに入っていったっていうふうな経緯です。なので自分にとってはこのベアフット生活がものすごく良かったんですよね。これでこう、馴染んできて、で、この素足感覚というか、フォアフットの着地、足の前からこう着地するような歩き方に変わってから、それが心地よいなって感じるようになって、で、冬場もやりたいなってことで、ビボベアフットのシューズに入っていったって、そういうふうな経緯です。で、その頃からね、ルナサンダルの存在はもちろん知ってたんですよ。はい。で、いわゆるこのゼロシューズとルナサンダルって、ベアフットサンダルの二大巨頭みたいなところあって、あるので、もう知ってたんですけどね。だから結構試したいなって思ってたんですけど、なかなかね、もうこれが快適すぎて、で、こればっかり履いてたんで、で、もう全く壊れる様子もなかったんでね、5年間履き続けてきたんですけど、ようやくですね、このタイミングでちょっとこっちにトライしてみようかなっていうタイミングが来たって感じです。で、コンセプト的には同じなんですけど、微妙に厚さとか仕様が異なるので、その辺の細部を見ていきたいと思います。簡単にこの歴史から見ると、ここにもう書いてるんですよね、歴史がね。英語なんですけど。Born to Run っていう、本の中でこれ実際にね、このベアフットテッドって人が出てくるんですよ。BFT って人が。
その人がメキシコで、タラウマラ族に出会いますと。その走る民族ですね。裸足で走る民族がいるんですけど、で、一番そのウルトラレースとかに出て、ものすごい上位をかっさらうね、もう走る民族がいるんですよ。で、その人たちがなぜ、サンダルで走ってるのにそんなに速いのかと、そして怪我をしないのかっていうので、それを研究ししてるのがそのボーントゥーランっていう本なんですけど、その中に出てくる、このベアフットテッドって人が、このですね、この2番目の、このゴムタイヤでサンダルを作るっていう人に出会います。で、その人が、その職人がね、ここに書いているマニュエル・ルナですね。マニュエル・ルナさんって人から、ベアフットサンダルを授けられるんですよ。送られるっていうかな。で、それから、その名前から取ってます。マニュエル・ルナさんっていう人の名前を取って、ルナサンダルっていう名前が付けられてます。で、ベアフットテッドは、そのサンダルを授けられることによって、何千年もの間、人々がね、サンダルだけで繁栄してきた歴史を知るわけですね。学ぶわけです。で、それから、2007年に、自分のサンダルを作って、で、そのサンダルの素晴らしさっていうか、ワラーチーっていうね、タラウマラ族が履いてたようなものの素晴らしさに気づいて、2007年に開発したと。自分のサンダルを2007年に作って、で、2010年に友達とガレージで起業してルナサンダルを作ったと。もうなんか、アメリカのもう起業話ですよね。よくあるね。大体みんなガレージで起業するんですよ。で、ベアフットテッドもガレージで起業して作っていると。で、今はアメリカとベトナムとかでワークショップとかやりながら、手作りしたものを世界中にデリバリーしてますっていう風な、そういう風なブランドヒストリーになっています。で、入ってるものはね、こんな感じで、出すと、調整の仕方とか入ってますね、最初ね。で、これは固定用のストラップが2つ入ってます。あと、ステッカーも入ってますね、ステッカー。いいっすね。ちょっと貼る場所がないんですけど、どっかに貼ろうかな。はい。でね、run free っていうね、このキーワードが出てきます。これはそのタラウマラ族の人の言葉で、run free っていうのはその自由に走れっていう意味だけじゃなくて、その足を自由に解放するとか、精神を解放するとか、あるいはその子供がそのまま走りに行くような感じで、飛び出して世界中を駆け回っていけみたいな意味があるみたいです。でやっぱりどうしてもその現代のランニングっていうと健康ブームに乗ってですね、厚底のスニーカーとか、いいスニーカーがどんどん開発されて、あとウェアとか、そういう様々なものが開発されて売られているわけですけど、本来のランニングっていうのはもう裸足でできるっていう。で、それに一番近い、その自然に近い形がこのワラーチーっていうサンダルのスタイルっていうね、そういう風な意味が込められていますね。ちょうど前回の私がレースに出た動画でコメントいただいたんですよ。視聴者の方からね、こんにちは、Born to Run 2が出てますね。時丸さんは読みましたか？私はこれからですっていうね、コメントしてくれた方ありがとうございます。で、僕この Born to Run の2が出てるってことを知らなくて、で、今ね、買って読んでます。はい。またね、久々にね、だからそういう意味で多分このコメントを見てから、おそらく僕の意識が、またベアフットの方に行ったと思うんですよね。で、どうせ走るならこのワラーチースタイルの、このトングですね。鼻緒ですね。いわゆる鼻緒がついたものを使ってみようというふうな、思いに至りました。で、実際に Born to Run 2の方は実践編になっていて、いかにそのゼロドロップのシューズを使っていくかとか、どういうふうにトレーニングしていくかみたいなことが書かれているみたいです。自分もまだね、ちょっと序章で読み始めたばかりなんで、読めてないんですけど、これから読んでいきたいなと思っています。はい。でね、スタイルの問題なんですけど、やっぱりこの特徴的なのはこのトングがついているっていうことですね。で、ここに、親指が入るような形になるので、これで実際ね、僕結構ランニングしたりとか、山に行ったりしてたんですけど、どうしてもやっぱりこの足がブレるっていうか、ずれるんですよ。ただね、履き心地っていうか履きやすさはやっぱり良くて、なぜなら、これ靴下でも履けたりとか、そのまま、一番最初の履き始めから全然この足の指が痛くなったりとかしません。全く。だからそういう意味ではものすごく心地いいんですけど、どうしても走ったりすると、特に山とかね、トレイルみたいなとこ走ったりすると若干ブレが出てきて、そこがちょっとね、使いづらいなって思っていたとこではあるんですよ。なので、
やはりこうタラウマラ族が使っているようなこのスタイルの方が、やっぱりこう足を固定できて走るにはいいのかなっていうふうに考えています。まあ、ただこう慣らしていく必要あるのでね、まあどうしても多分ね、最初の頃ね、痛いと思うんですよね。もう靴ずれみたいな感じになって。このトングずれみたいなのが起こると思うんですけど、まあそれすらもね、こう徐々にね、慣らしながら、楽しんでいけるかっていうところが、まあこういうサンダルのポイントだと思います。だから割とそのストイックさというか、なんかストイックさが必要というか、なんかそういう意味で結構ね、修行っぽい感じで。なんかミニマリストってさ、結構その修行的なところあるじゃないですか。まあ僕だけかもしれないですけど、ね、なんかその自分の体を作って自分の体の方を進化させていくっていうか、シューズに合わせていくみたいな感じですね。それがまずまあ大きな違いですかね、サンダルの。で、本当にこう、シンプルなんですよ。で、一番もうシンプルなモデルをあえて選んでます。で、本当はそのトレイルモデルとか、山に行く用のモデル、ちょっと分厚めのものだったりとか、あとは結構がっつりここに、ブロックがついてるようなものもあったりするんですけど、やっぱりエクストリームミニマリストは一番ね、このハードコアなものでなければならない。これは、このゼロシューズの Z トレックっていうモデルもそうなんですけど、これもね、一応こう山モデルではあるんですけど、ほとんどこのラグがね、ないような感じなんですよ。まあこれもう擦れてなくなってるってところはあるんですけど、本当にもうただの薄っぺらい感じなんですよね。だから最もその素足感覚を大事にするというか、地球を自分の足で掴むような感覚を得るためには、やっぱりベアフットってそもそも裸足っていう意味なので、まあサンダル履いてたら結局その裸足じゃないわけですよね。なので、なるべく、その足の効果というか、ベアフット感覚を最大化するためには、薄くて、シンプルで、ミニマルなモデルの方がいいっていうふうな考えです。だからちょっとストイックな感じで。まあ僕はこれもう5年間履いてるんで、これよりもね、実際こう、ベナードの方が分厚いんですよ。分厚いから、まあそれもあって、まあこっちで慣れてるんでね、簡単に、まあ一番薄いモデルを選んだっていうふうな感じです。で、結構調べてみたら、やっぱりこう、これで結構長距離走ってたりとか、山もね、ハイクしてる人結構いるんですよね。で、もちろんその、濡れた岩場とか沢とかを行くには、結構滑ったりしやすいとは思うんですけど、まあそういう場所をちょっと注意したりとか、歩き方を注意すれば、まあなかなか山でも使えるのかなと思ってます。なのでね、慣れてきたらこれでね、山にも行きたいなと思ってますね。で一応これ素材ビブラムで、なんかこんなペラペラなのに一応こうビブラムのこう文字が入っていて、このビブラムの文字がもうそのままラグになってるような感じ。これがまあ滑り止めみたいになってるような感じ。聞くか聞かないかわかんないけどね。こんな感じのソールになってます。はい。まあ、馴染むまでだいぶ時間かかると思いますけど、馴染ませていこうと思ってます。あとは厚さとちょっと重さの話をしたいと思うんですけど、このね、ルナサンダルのベナードが9ミリです。薄さが9ミリ。そして125グラムです。これ実はものすごく軽いですね。で、この Z トレック、ゼロシューズの Z トレックは6ミリです。なので、ルナさんよりも薄いですね。ベースが4ミリで、このラグの部分が2ミリ。で、合計6ミリって感じです。だからもうどんだけ薄いかってことがわかりますね、これね。で、重さは205グラムです。そう、意外とね、これ重いんですよ。だからこれ僕今日抱えてきて、ものすごい軽いなと思って、この2つで小脇に抱えてきたんですけどね。やっぱりね、これこうミニマルな感じで薄っぺらいけど、結構重量があると。205グラム。だから2つ合わせて410グラムっていうことになるので、まあまあありますよね。まあ2分の1とは言わないけど、かなり軽量化ができるっていうこと。それも一つのポイントかなと思います。125グラムしかないので、かなり軽くなってる。だからこう9ミリで分厚くなってるんだけど軽くなっているっていうね、そんな感じです。で、参考までにいつも紹介している、ビボペアフットのプライマストレイルニット。これはですね、5.5 ミリになります。で、ベース部分が3ミリで、ラグの部分が 2.5 ミリ。だからやっぱりこうラグがついてるから、まあトレイル向けっていう感じになっています。それでもまあ 5.5 ミリだから、実はこれよりも薄いっていうことになりますね。まあおそらくこのプライマストレイルニットのスペックっていうのは、中のこう中敷きを外した状態だと思うんですよね。外した状態で 5.5 ミリだと思うので、おそらくその中敷きがついてる状態だと、
もう2、3ミリプラスされるのかなと思います。だからちょうど、9ミリぐらいになっているのかなっていうふうな、自分の感覚的な、経験値的な予測ですね。スペック的には、プライマストレールニットはこっちに近いけども、実際は9ミリぐらいありそうだって感じです。ルナサンダルの中では一番薄いモデルになっていて、最もですね、この何の装飾もないシンプルなミニマルなモデルになっています。エクストリームミニマリストの人たちにはぴったりのモデルなんじゃないかなと思います。はい、最後フィッティングについてなんですけど、ベアフットサンダルっていうのはものすごくフィッティングが大事になってきます。なぜなら、これはね、ジャストにしないと本当に歩きにくかったり走りにくかったり、つまずいたりってことが起きるからです。で、そういうわけで今回僕は初めてだったんで、これも試着しに行ったんですよね。で、やっぱお店の方に聞いたら、やっぱそういう人多いみたいですね。やっぱりサイズ感を適正なものを手に入れたいっていうのと、あとはこの辺のストラップの調整とかガイドをきちんとね、したいっていうのがあって、皆さんお店に来られる方が多いっていうふうな話してましたね。これ見てもらうとわかるんですけど、割とジャストで履くようなサンダルなんですよね。ジャストで履いた方がいいです。ベアフットサンダルは。なので、僕もこれくらいの感じで、もうここにほとんど、手でやるとこんな感じ。これくらいの、きちんとこの中にぴったりと収まるくらいのもののサイズを選んでいます。なので普通のスニーカーなんかは8ハーフを履くんですけど、これがだからもう、8ですね。今回買ったのが。だからなるべくその足の実寸に合わせたサイズを選ぶっていうのがポイントになってくると。そうした方が、これをこのままね、着地した時にこの接地面で、自分の足のように使えるんですよね。使えてくるんですよね。なのでそこはもし買われる方はその辺を気にしてみるといいんじゃないかなと思います。で、実際ね、これ僕間違えてて、この Z トレックは、これね、US9 を買ってるんですよ。だから、このルナサンダルよりも一つ大きいんですよね。で、最初ちょっと失敗したなってやっぱ思ってたんですよ。思いながら履いてたようなところがあって、この辺見てもらうとわかるんですけど、この親指の型がこの辺についてますよね。だから多分ね、大きいんですよ、これ多分自分にとっては。で、この縦のね、長さだけだと、ここに合わせて自分でカットするみたいなこともできなくはないんですけど、やっぱりサイズが一つ上がると、この横幅も大きくなってしまうので、それによってちょっとフィッティングが緩くなってしまうってことが起きます。で、それもあってね、ここもちょっとね、緩くなりすぎてたっていうか、余りすぎてたような感覚があって、なので今回はちょっとジャストサイズをようやく選べて、それも良かったなと思ってますね。はい。というわけで、もうサンダルの季節に入ってきましたので、今年はガンガン夏、これからルナサンダル履いていきたいと思います。またちょっとしばらく使ってみての感想なんかも共有できたらと思いますので、ぜひチャンネル登録して次の動画でお会いしましょう。皆様も良きベアフットライフを。またね。